皆さんこんにちは。世界のニュースをずんだ餅みたいにもちもちわかりやすくお届けするずんだもんなのだ。今回はポルトガルの皆さん向けに最新の国際ニュースをお伝えしていくのだ。今日は全部でニュースが3本あるのだけど、ずんだもんの一押しは3つ目のニュースなのだ。オーストラリア、ユダヤ人コミュニティを狙ったテロ攻撃で12人死亡というとても痛ましい出来事を取り上げるのだ。2025年12月14日、オーストラリアのシドニー、ボンダイビーチで開かれていたユダヤ教派バド運動のハヌカ行事が武装した男たちに襲撃されたのだ。少なくとも12人が亡くなり、29人が病院に運ばれ、警官2人も重体なのだ。容疑者の1人は現場で死亡、もう1人は拘束されていて、さらに第3の関与者についても捜査が続いているのだ。犯人の車からは即席爆発装置が見つかり、当局はテロ攻撃と認定しているのだ。オーストラリアのアルバニージ首相やイスラエルのヘルツォグ大統領らは、ユダヤ人コミュニティを狙った反ユダヤ主義的テロだとして強く非難しているのだ。行事には1000人以上が参加していて、その中の一般市民が身を挺して犯人を取り押さえた場面もあったのだ。その人は英雄として称えられているのだ。世界のどこで起きた出来事もみんなで知って考えていくことが大事だと思うのだ。それではこの後詳しく見ていくのだ。ポルトガルはイベリア半島の西端、大西洋に面した国で首都はリスボンなのだ。かつて大航海時代に海外植民地を持った歴史があり、現在は議会制の共和制で民主主義を取る国なのだ。人口はおよそ1000万人で、観光やワイン、コルクの生産、製造業や IT が主要産業なのだ。ファドやアズレージョの美しい文化があり、近年は再生可能エネルギーの普及と観光加熱対策が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。家畜不足と消費増加が肉価上昇の要因という記事なのだ。ポルトガルで牛肉の消費量がこの1年で 42.9% も増えたのだ。農業省の観測機関によると、消費者は環境に配慮した持続可能な畜産やトレーサビリティ、動物福祉を重視した牛肉を好むようになっているのだ。一方で、干ばつや家畜の病気、飼料価格の高騰、畜産活動への規制強化で飼育頭数が減り、ポルトガルは牛肉の約 50% を輸入に頼っているのだ。この供給不足と需要増が重なり、肉の価格が急騰しており、2026年にはさらに悪化する恐れがあるのだ。二つ目のニュースなのだ。ラケル、ソエイロ、ブリと馬鹿げているかもしれないけど、年を取ったとは思わないという記事なのだ。ポルトガルの新聞PBLICO がチリ学者ラケル・ソエイロ、ブリトさんへのインタビューを伝えているのだ。彼女は1955年にポルトガルで初めて地理学の博士号を取った女性で、2025年12月12日に100歳になったのだ。軍人の家系でエルバスに生まれ、今はパソ、アルコスに住んでいるのだ。2度結婚し、1人の息子と2人の孫、4人のひ孫がいるのだ。夫は4年前に亡くなり、家族の多くはパリやバレンシアにいるのだ。自分をギルドの地理学者と呼び、ポルトガルや旧植民地を歩き回って研究してきたが、今の悩みはたくさん歩いたせいか、足が痛いことだけと語り、馬鹿げているかもしれないけれど、自分は年寄りだと感じないのだ。三つ目のニュースなのだ。オーストラリア、ユダヤ人コミュニティを狙ったテロ攻撃で12人死亡という記事なのだ。2025年12月14日、オーストラリアのシドニー、ボンダイビーチでユダヤ教派バド運動のハヌカ行事が開かれていたところ、武装した男たちが襲撃したのだ。少なくとも12人が死亡し、29人が病院に運ばれ、警官2人も重体なのだ。容疑者の1人は現場で死亡し、もう1人は拘束、さらに第3の関与者も捜査中なのだ。
犯人の車から即席爆発装置が見つかり、当局はテロ攻撃と認定したのだ。オーストラリアのアルバニージ首相やイスラエルのヘルツォグ大統領らは、ユダヤ人コミュニティを狙った反ユダヤ主義的テロだと非難しているのだ。行事には1000人以上が参加しており、一般人が犯人を取り押さえる場面もあり、英雄と称えられているのだ。ずんだもん、牛肉高騰は暮らしに響くのだ。100歳地理学者の情熱は励みで、豪州劇の犠牲に深く哀悼なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。